こんばんは。こんばんは。皆様、はじめまして。新移住者委員会の高林美希と申します。カナダ日系145年史のセミナーを開催いたします。新移住者委員会 Japanese New Immigrant Committee 略して JN と称しておりますが、これは NAJC 全カナダ日系人協会の傘下に今年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。といっても、発起人の中には60年代に移民してきた方もいれば、私のように90年代に留学生として来て、卒業後にそのまま移住したメンバーもおります。カナダは多民族国家です。個々の民族コミュニティが異なる歴史と文化背景を持っています。そして私たち日系コミュニティは過去に自国政府によってほぼ全員とも言える2万2000人が財産を没収され、1年から4年にわたって強制収容されるという特異な歴史背景を持っています。そんなユニークな日系社会の歴史を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。前置きはこのぐらいにして本題に入りましょう。講師には日系社会のコミュニティ新聞の編集者を長く務めてきた田中祐介さんにお願いいたします。田中さんは22年間日英両語の新聞社で日本語の編集をしてきた方です。10年前にリタイアした後もいくつかのメディアに記事を書き続けてきました。その間、日本の大学などで頻繁に特別授業や講演をしてこられたそうです。和訳書が何冊か日本で出版されており、マリカ・お松著、ほろ苦い勝利でカナダ首相出版賞を受賞しています。今日はまず最初に、カナダ社会ではイベントの前に恒例になっている、私たちが先住民の土地に住んできたことを思い起こし明言するランドアクノレッジメントを行いたいと思います。ブリティッシュコロンビア州在住で先住民コミュニティと深い関わりを持つ J-NIC の委員の一人、影マリコさんにこの儀式をお願いいたします。マリコさんは20年余り先住民の伝統的な領地、リルエットで暮らし、先住民の4人の子供の母親として子育てをしてこられました。では、影マリコさん、よろしくお願いいたします。この歌は、先住民の子供たちがまだ小さい頃に、元チーフであったおじさんから学んだ歌を今回許可を得て歌わせていただきます。この歌は、歓迎の歌です。皆様にこうしてお集まりいただいたことに感謝し、皆様とのつながりに祈りを込めて歌わせていただきます。マリコさん、ありがとうございます。とても素晴らしい歌ですね。本日ご参加につきまして4つのお願いがあります。まずはじめにミュートでお願いいたします。Okay. 本日は録画をしておりますので、
画面に映りたくない方はカメラをオフにしてください。それから、質問やコメントをどんどんチャット欄に書き込んでください。後ほど、いくつか質問を読み上げていただき、田中さんにお答えしていただきます。答えられなかった質問は、後日田中さんがメールにてお答えをしてくれる予定です。最後に、録画、撮影、録音はご遠慮ください。田中さんにそれではマイクをお渡しして50分ほどのトークを行います。その後、ゲストコーナー、そして最後に質問コーナーを設けております。それではお待たせしました。田中さん、よろしくお願いします。はい。ミキさんありがとうございます。田中です。まず最初に、僕がなぜ日系カナダ人の歴史と関わるようになったのか。これに触れてから、本題に入りたいと思います。僕は移民になろうと思って、カナダに来た人間ではなくて、いわば留学生崩れなんですね。東京でカナダ人女性と結ばれたのが1985年。当時は、バブル景気前夜で景気が悪かったんです。で、僕が勤めていた翻訳出版の小さな事務所、そのメインクライアントが重工業で特に景気が悪くてですね、予算を大幅に削ると、という話が出たときに、僕はもう一番先に手を挙げて、じゃあ僕辞めますと、辞めたわけです。というのは、僕は実はすでに僕たちは、妻の家族のいるカナダに3年ほど住んでみて、日本ではできない経験をしてみようと考えていたので、ちょうどいいチャンスだったわけです。で、妻の郷里はカナダのオンタリオ州トロントでした。今、サイレンが聞こえたかもしれませんけども、ダウンタウンのど真ん中におりますけどもね。1986年の暮れにトロントに落ち着き、翌年日本の大学ではまだ専攻できなかった、ジェロントロジー、老人学ですね。という分野をトロント大学で見つけて、それに飛びつきました。日本の場合は、いわゆる高齢化社会が急速に進みすぎていたもので、学問もそれから制度も、それに伴っていかなかったわけですね。他のいわゆる北米、それから西洋社会はもっと時間をかけて高齢化が進んできたということが言えるでしょう。そして夫婦で、子育てをしながらパートタイムで大学の授業を取っているときに、このジョイ小川2世のカナダを代表する詩人で作家ですけども、彼女から電話があったんです。彼女の作品、例えば、おばさん、それから、ナオミの道、最近では、長崎への道というのが出ております。和訳本が出ております。で、彼女から電話があって、彼女が関わっている日経ボイスという日経コミュニティの新聞で、日本語編集者を探しているのだが、やってくれないかというわけですね。で、僕は子育てとそれから老人学の勉強でもう目いっぱいだからこれは無理だろうなと、興味はありますけど、と言ったら彼女は、日経ボイスの日本語セクションの読者っていうのはほとんどが高齢の一世ですよと、僕に言ったわけですね。それを聞いて僕は閉めたと思ったわけです。つまり取材を仕事を通じて高齢者の実態調査ができると、論文が書けそうだという、虎の狸の川山用をしてしまいました。それが日系コミュニティのとの馴れ初めでした。つまり、老人問題に対する興味から日系社会に入ったわけですけれども、それから30年経って、僕自身が老人問題そのものになっていることに、気づいております。そして1989年の9月から正式に日本語編集者となりました。当時はリドレス合意が達成された直後です。その前年ですね。日系社会はまだ興奮状態にあったと言えるでしょう。与えられた編集方針は3つ。日系コミュニティの再構築、一旦壊されたこのコミュニティを再
リビルドするということですね。そのための新聞と、それから日系史の発掘、そして、人種差別反対運動に見られるのように、人権運動、人権意識の向上、この3つが柱として渡されました。そのために僕は毎日日常的に取材を重ねていったわけです。入ってすぐの10月カルガリーで、催された日系高齢者会議を取材してみて、日系社会が見事に、高齢者の介護体制を整えていることに驚かされました。オンタリオ州では、ナイアガラの近くのビームスビルに日本ニアホームがありました。これは戦前ヘネイ BC 州のヘネイというところで農業協同組合ですね、農会の指導者だった山川康太郎さんが1959年に資材を投げ打って創設したシニアホームです。そして僕が入ってから3年後の1992年にはケア付きのシニアレジデンスもみじセンターが完成しました。それから30年経ちます。昨年、僕自身が今住んでいる高齢者用のレジデンス、シニアハウジングに、私も引っ越してきました。30年前に、我々が引き継いだ高齢者施設、この運営を今、次の世代に引き継がせていかなければならないのですが、この多民族社会トロントの真ん中にあってですね、コミュニティと言えるものがあるのかないのかと問われると言葉に詰まります。言語、それから文化がもう様々に違うわけですけども、ただこの場所を自分の共同体にしていかなければならないと今感じております。30年前には日系史の生き証人たちが周囲にたくさんいました。日常的に一世二世と仕事をしながら、話を聞いたり、時には議論もしました。北村隆明さんもその一人でした。北村さんは、極めてユニークな人でした。アングラー POW 戦争捕虜収容所に丸4年いた人で、長野万蔵と同郷です。口の津同郷で直接関わりのある人だったのです。一世北村さんとの出会いは1987年の9月に僕がオーデスクールと言われているオーデストリートにある日本語学校、そこで毎週土曜日に日本語教師を始めた時でした。当時83歳の北村さんはそこでボランティアで経理を担当していました。小柄で無口で真面目一徹の人でした。今思い出しても北村さんが笑った顔を想像できないというところがありまして、僕が大手校で教えていた2年間で会話した記憶はありません。でも日経ボイスは熱心に読んでくれていたようです。1991年、電話がありまして、北村さんから、私はアンゴラ戦争捕虜収容所にいました。興味があれば見せたい資料もあるので、うちに来てくれませんかというありがたいオファーでした。早速、お宅にお邪魔して何回かお話を伺いました。北村さんは真珠湾攻撃の後、道路建設キャンプに、ボランティアで自主的に男たちは行かされたわけですけど、それを拒み、外国人登録のために出頭するのを拒んだ。そのために捕虜収容所に敵国人として送られたわけです。なぜ出頭を拒否したのですかという質問に、私はカナダ人だったのですと。彼はきっぱり言うわけですね。私は英国市民だったのですということを強調していました。英国市民、ブリティッシュサブジェクトですね。この言葉が我々移民にとって何を意味するのかということは一つ日経史を読み解く上で、キーワードだと私は思っております。これに関してはまた後ほど述べます。
さて、聞けば北村さんは万蔵と同じ長野県口之津出身でした。19歳でカナダ移民を志したときに、結核で寝たきりになっていた万蔵さんを1923年、カナダに向かう直前に見舞っていると言ってました。1992年、北村さんから、そうですね、1992年、北村さんから万蔵のお孫さんが、訪ねてくるのですが、ディナーに来ませんかというふうに招待されました。その時の写真がこれです。この写真です。ディナーの時の写真です。長男、達夫上智の第一子で長女の純子さん。これは森作純という名前ですけど、戸籍上は純ですけれども、通常は純子と称しているということでした。それから達夫の長男、タイラス。1915年生まれ。二人はロサンゼルスの日系人用の高齢者アパートに一緒に住んでいました。そして、北村隆明さん、奥さんの美佐子さんですね。このお二人はタイラスとそれから純子さんはトロント近郊に住む達夫の弟フランク・テルマロの妻田津子さんを訪ねてきたということです。その帰りに寄ったトロントの北村さん宅に、お邪魔したということですね。つまり万蔵の長男達夫の一族はアメリカ、カリフォルニア州ですね。それから次男フランク・テルマロの末裔はカナダと、この二つに流れが分かれております。次。万蔵の生まれた長野県口之津は16世紀から外国船が寄港する国際港だった。これですね。長崎市がここです。で、南島原市のここはちょうどこのように開いた口が塞がらないという感じで、この口、ちょうどこれ天然の良港になっているそうです。水深が深いということですね。で、ここで生まれ育った万蔵さんと北村隆明さん。記者として同じ19歳の時に海外夕日を見ましたけども。でも、当時、国際港として蘇って明治期にですね、また蘇ったこの口之津にあっては当然の自然の成り行きだったかもしれません。口之津に関しては歴史民族資料館の元館長で長野家ともそれから北村家とも縁戚関係にある原田立夫さんに後ほどゲストとして出てきていただいてお話ししていただきます。一点だけ付け加えますと、その時代背景を説明しますとですね、ちょうどその頃は日本は脱亜入欧というですね、アジアを抜け出して、西洋に入っていくという意識が非常に強くて、それが非常に強いプッシュ要因になっていたということは言えると思います。そして19歳の万蔵が英国船の乗組員になったのが1874年。この年日本は台湾出兵を強行しております。つまり海外に、派兵しているわけですね。出兵している。それから翌年には、海軍が、高架島事件というですね、これはソウルの近く近郊ですけれども、その島に侵攻するということを行っております。万蔵のカナダ移民は日本の植民地時代の幕開けと重なりました。3年後の1987年、万蔵を乗せた英国船がBC 州のバンクーバーの近郊
ニューウェストミンスターに寄港したとき、彼は船を抜け出して密入国しました。それから、はい、万蔵が、あれですね、カナダに到着しますね。それから、それが1877年、それから7年ほど万蔵は、サーモンを取ったり、それから沖縄歌詞などいろんな仕事について真面目に勤め上げたようです。1984年、にはカナダの横断鉄道に働く労働者500人を中国から集めてですね、中国に渡って集めてチャーター便でカナダに連れてくるという、これは、おそらくは大博打に近いかなりやばい仕事もしております。それで彼はおそらくはかなりまとまったお金を手にしたんじゃないかと思いますけど、なぜ博打かと言いますとですね、その84年、85年には大陸横断鉄道が完成するんです。そうすると中国人、労働者がね、大量に職を失います。で、同時に中国人の入国に際して、カナダ政府は人頭税をかけます。ヘッドタックスですね。つまり入りにくくしていくわけです。特に BC 州ではすでに中国人排斥が露骨に展開されるようになっております。そして、その頃に、中国人はBC 州の政府関係の仕事には、では雇わないという法律もできております。ちなみに、鉄道建設工事に働く中国人労働者はすでに1万5000人以上に達していました。中国人の雇用がストップしたおかげで、実は日本人が大量に出稼ぎとして入ってくるようになったわけです。この後、万蔵はシアトルにタバコ店を開いて安定した収入を得出しました。35にして、最初の奥さん、通夜をめとって、90年には長男のジョージ達夫ですね。ジョージ達夫が生まれます。移民して13年後のことでした。ここまでは堅実な、移民の歩みだったと言えると思います。ところが1980年代に入ると起業家田村新吉のアドバイスを受けて、鮭の塩漬けを樽に詰めて日本へ輸出するという事業を開発して、これが大当たりに当たります。大成功します。ここでいわゆるブレイクしたわけです。それから、万蔵は、サーモンキングとか鮭お大臣というふうにも呼ばれるほどの、富豪となった時期もあります。それから田村新吉についてはセミナーの3回目で語りますけれども、彼は起業家としても、それからキリスト教を背景とする社会事業家としても抜きん出た人物でした。1980年代、万蔵は横浜に西洋料理店の走りともいえる力車という店を開業していますが、これは失敗したようです。この日本滞在中に2番目の奥さんと結ばれて、フランク・テルマロ、この人ですね、が生まれています。ところが、その女性はカナダに来るのを拒んだということです。それは森健三、高見博人教著のカナダの物語に書かれてあります。万蔵は BC 州の州都ビクトリアに最終的に本拠地、としてそこに、ビルを構えます。3階建てのビルを建てて日本製の雑貨、それから食材なども扱い手広く商売をしたそうです。それから捕鯨船、太平洋に面していますけどね、捕鯨船で働く日本人への食料をビクトリアから約600キロほど北の捕鯨基地に届ける仕事もしております。1910年にはこの捕鯨会社からの長野万蔵に支払われた金額が$3300に達していました。
その記録が残っているそうです。で、これは他の日本人の商店に比べても格段に多かったという記録が残っています。この$3300、今の金額にすると約40倍というふうに見ると、12万カナダドルくらいの価値があるということです。それから、1910年、この年ですね、同じ年、1910年、達夫と関が結婚します。関さんです。宇月関さん。旧姓宇月。この写真は、その婚礼の時のものだったと私は思います。後列、この後ろのジョージ達夫。この時彼は20歳、20歳ですね。そして右が6歳から8歳、6歳だと思いますけども、6歳くらい年下の腹違いの弟、フランク・テルマロ。彼は言ったように、おそらくは横浜、日本生まれですね。横浜で生まれています。前列が万蔵さん、真ん中にいます。これが56歳の時の万蔵さんですね。そして3人目の妻、太陽子さん。彼女が最後まで1924年に亡くなるまで一緒に付き添うことになります。それから、これが関さんですね。新妻の関さん。この言うならば結婚初夜の翌朝、達夫は2階からですね、2階の窓から抜け出して野球をしに行ったという、長野県に伝わる達夫の野球教ぶり、を示すエピソードが家族に残っているそうです。万蔵自身も野球は好きだったようです。チーム代表としてビクトリア・日本ズを率いて、バンクーバーに試合に行ったこともあります。この紺色のユニフォームがビクトリア・日本ズですね。そして白っぽい同じ日本ズと書いてありますけれども、これがバンクーバーの日本ズですね。そうしてですね、このビクトリア日本ズのこの端にいる背の高い男。これがジョージ達夫です。センターを守っていたということです。それからアメリカにプロのテストを何回も受けに行ったという話も残っております。1913年に万蔵は、ビクトリア日本ズのチーム代表としてバンクーバーで体育クラブチームと試合をしたという記録が大陸日本に残っております。万蔵は日本人クラブの中心人物でもあり、多忙を極めていたということですけれども、達夫は、父は仕事が忙しすぎて家の中で見かけたことがなかったとも言っております。達夫が3歳の頃、母、つやが、2番目の子供を出産したときにですね、した後、産後の日立ちが非常に悪くて、赤ん坊と一緒に亡くなっています。ですから、この母親とつやとそれから娘の墓石がですね、お墓がビクトリアの、なんていうんですか、あれは、ロスベイですか？ロスベイに、まだ、あることが確認されております。そして、達夫が8歳の時にステップマザーとなった太陽子が入ってくるわけですけれども、彼女との仲はうまくいっていなかったという話も森さんの方に書かれております。太陽子は新妻関に対しても辛く当たっていたようです。初産は実家でするものだと言って妊娠7ヶ月の関を日本に返しております。で、夫、達夫はそれを聞いて非常に怒って実家を出て、バンフの高級ホテルで働き出したということがあったようです。
はい。達夫の妻、関さんですね。1888年生まれですから、達夫より2つ年上ですけれども、現在の栃木県下野市にある、醸造、造り酒屋ですね、醸造元の娘だったと。ですから、裕福な家庭に育っているわけです。結婚の翌年、1911年に実家に戻って第一子の純子ですね、純子を出産した。ところが、出産後間もなく血のみ子を両親に託して東京の帝国ホテルに従業員として勤め始めています。得意の英語が使える仕事だったからだろうと思います。で、これがその帝国ホテルのポスターかパンフレットか何かの写真だと思いますけれども、それの一番この女性、この端の女性が関さんですね。これはスタジオで、カリフォルニアで撮ったスタジオの写真のようです。関のこの生まれたばかりの子供を預けて東京に出てくるというこの請求さの裏にどういう事情があったのかはよくわかりませんけれども、ただ2年後にはカナダに戻り、達夫と合流しております。夫婦関係をこのままにしておくわけではいかないと判断したと娘の純子さんは書いております。そして1915年、長男タイラス、一時、一にそれから継ぐという字を書いて一時と読みますね。タイラスさんが生まれます。ここでですね、関の兄、誠司さん、慶応大学を出てからカリフォルニアで農業を営んでいたそうですけども、この関の兄、誠司が援助の手をですね、この達夫と関に差し伸べます。達夫と関は1917年にビクトリアを出て米国シアトルに移住しています。これが大きな転機になって2人は独立します。独立して安定した家族生活を営み始めます。一方、晩年の万蔵さんは、持っていた幸運を全部使い果たしてしまったかのように見えます。ビクトリアの自社ビルが1921年ですか、不審火で全焼します。で、追い打ちをかけたのは結核でした。1923年、すべてを売り払って、太陽子に付き添われて、太陽子夫人ですね。で、実家の、鴻巣の実家に戻り、病床につきます。そして翌年、亡くなっております。当時17歳で、すでにキリスト教で洗礼を受けていたと言いますけども、北村さんがカナダに出発する直前に、病床の万蔵を見舞いに行きまして、その時のことを彼はもうかなりの渋滞で声がかすれて聞き取りにくかったと言っております。それでも息子の達夫と照丸をよろしく頼むと託されてきたそうです。それから60年後の1984年の写真です、これ。北村さんは万蔵山、万蔵長野の山の認定証と地図を持って、口の津を訪れ、万蔵の墓前に報告したということを語ってくれました。もう非常にこの方は律儀な方だったという印象です。カリフォルニアに移住した哲夫と、それから、すいません、達夫ですね。達夫と関に19年に次男ジャック、清、21年にポール誠が誕生しました。この右下の写真、これは、フランク・テレマルの家族の写真です。2000年にトロントの日系文化会館のイベントに来た時にいらっしゃいまして、
その時に、僕が写真を撮って日経ボイスにこれ載せたわけですけれども、その時に娘さん4人で、1人だけ、テッド・スローさんがこの日は来れなかった、彼はケベックに住んでいらっしゃいます。ケベックから来れなかったようです。でも娘さん、それから和子さん、それからお孫さんも含めて全員が揃った写真です。で、このリアンさんの弟になるのか兄になるのか、それが万蔵ハロルドさんですね。はい。弟ですか兄ですか弟。で、現在、アルバータ州在住で、彼の奥さんの玉美さんが東京出身です。東京出身で、大丈夫ですね。東京出身、当たりですか違います。じゃあ、後で訂正してください。失礼。テルマロさんの方、フランク・テルマロさんの方をちょっと紹介しますけども、万蔵ハロルドさんの祖父フランク・テルマロは、達夫より6歳ほど年下で、バンクーバーの朝日でもプレーをした野球選手だったようです。父万蔵の会社が潰れた後ですね、ですから1921年の後、バンクーバーから北へ300キロ離れたオーシャンフォールスというパルプ会社に勤めて野球を続けていました。そこはオーシャンフォールスという町でしたけれども、日系人だけで250人がここに就労していたということです。で、この大関、ミスター、これがオーシャンフォールスタイガースという強そうな名前ですね。で、ミスター大関という人が代表していたそうですが、この人が万蔵が非常に世話をしたという人のようです。ですから、その恩義を借りて、長野フランク・テルマロの面倒を見ようということで引き取ったというふうに考えられます。で、このタイガース、実は優れ者が揃ってるんですよ。ちょっと余計な話になりますけどもね。県中西という、これは朝日でも活躍した人です。それから、ジャック・ハヤミという後でモントリオールに移動しますけど、この人がいました。そういう、非常に有望な選手たちがここでプレーしていました。フランク・テルマロは、戦後、戦時中は収容されていたわけですが、戦後、ケベック州に再定住して、そこの自動車座席工場で60過ぎまで働いて亡くなったということです。次に、僕と一番深い関わりがあったのが、森崎純子さんでした。1954年、日本を訪れた達夫。これまた写真戻ります。この時ですね。1954年に日本を訪れた時、その時初めてですね、生まれて初めて純子さんは父親と会いました。その後、達夫は純子にロサンゼルスに移住しなさいと提案するようになりました。で、純子も父やそれから3人の弟、タイラス、ジャック、ポールですね、この3人。この3人の弟たち、家族との失われた時間を取り戻したいと思ったそうです。そこで1965年、彼女は、小学校の教師を務めていましたけど、教職を退職して移住してきました。渡米後は縫製工場で働きながら、地元の日経誌、ラフ新報へ投稿したり、生け花も教えていたということです。私が編集していた日経ボイスにも時折書いてくれました。ところで、僕にはですね、長野万蔵と僕自身をつないでくれる秘蔵の品がございましてですね、それがこの
このネクタイなんですよ。これ見えます？このネクタイで、このネクタイの裏にですね、純森作というタグがこれついてるんです。実は、これは、彼女が縫製工場で勤めていたときに作ったものだろうと思いますけれども、彼女の1993年に彼女の手記を日経ボイスに掲載しました。そのことにとても感謝してですね、箱いっぱいのネクタイをプレゼントしてくれました。僕は友達、周囲の人たちに、差し上げましたけれども、まだ数本残っておりましてですね、欲しい方はこれ、手を挙げてくれれば僕は、プレゼントしますので、どうぞ、申し出てください。はい。1910年、純子さんは99歳で行かれました。で、その後ですか、その前にですね、彼女のライフストーリーが出版されます。それが広政常和ついておいでという、タイトルでこれ出ております。で、これを広政常和というのはですね、最初の長女が弘子さん、それから次男、今日出席なさっていらっしゃいますけど、正夫さん、常夫さん、残念ながら数年前に亡くなっていらっしゃいます。それから和夫さん、この4つの名前を連ねて広政常和とついておいでと。で、54歳で彼女は移民してくるわけです。2010年、純子さんは99歳で行かれました。長男の正夫さんと電話で話す機会がありました。で、純子さんからいただいたこのネクタイのことを伝えると、正夫さんは、ああ、そうですか。母は細かい仕事が苦手で、万事にわたって追うような人でしたとおっしゃいました。で、僕はそれに対して、そういえば、いただいたネクタイの中に、このタグのですね、タグがこうほつれて、縫い目がほつれたのがありましたよと。自分で縫い直しましたけどもと言って二人で大笑いしたことを思い出します。彼女の人柄と人生に触れられたこと自体が僕のキャリアにとっては非常に幸運であり、それから日常的に僕は人種差別だとか社会正義だとか政治問題扱っている中で、彼女との交流というのは一つの癒しであり救いだったと今になってそう思います。さて、僕の最後のお話はまた万蔵山に戻ります。1977年、日系100年祭の時ですね、カナダ政府が命名したマウント万蔵長野。これは1979年2年後に、達夫の孫、スティーブ・及川、長野ですね。スティーブ・長野というのは、ポールさんの息子ですかが、彼のパーティーが初登頂しています。それからその10年後に、ランディ・榎本 NHSC 会長、当時の会長です。彼が率いる11人のパーティーが再登頂しております。これには、フランクさんの子供たち、娘たち、それから、万蔵ハロルドさんも、このパーティーに加わっております。それが1997年のことでしたね。で、ただ残念なのはですね、その後、万蔵山に登頂したという記録が全然ありません。第3次登頂を企てるですね、豪の者、つわものの出現を期待したいと思います。今年は万蔵長野、カナダ上陸から145年ということですけど、この5年後の150周年にはですね、日系150周年を祝う大きな節目になると思います。若い人たちはですね、今から体を鍛えて、ぜひとも5年後には
この海抜1951年、51メーター、1951メーターの万蔵山を制覇し、その頂上にあなたの書いた未来へのメッセージを埋めてきてはどうでしょうか。この写真、これはおそらくスティーブ・長野がここに写っておりますけれども、スティーブ・長野、彼に続く人たちが現れないかと期待しております。そういうメッセージで僕のお話を終わらせていただきます。Thank you very much. おしまいです。はい。ミキさん、どうぞお願いします。はい、ありがとうございました。ゆうすけさん、素晴らしいプレゼンテーションどうもありがとうございました。さあ皆さん、ゲストコーナーです。今日は、長崎県南島原市口之津歴史民族資料館の元館長、原田立夫さんとつないでおります。カナダ・アルバータ州の万蔵ハロルドさんの奥さんの玉美さんともつないでおります。玉美さん、万蔵さん帰られましたかね？今日ちょっとご都合がね、悪かったようで、もしかしたら間に合わないかもしれないのですけども、その場合は今日はビデオレターを用意してくださっております。その他に長野家の森作正夫さんがロサンゼルスから参加なされていると思います。森作さんいらっしゃいますか？はい、この方、今ちょっと席を外していらっしゃるみたいそうですか。はい、わかりました。森作さんいらっしゃいますよ。はい。他には、長崎のピースミュージアムの増川さんもいらっしゃると思います。今日順繰りに紹介いたしますが、まずは口之津の原田さんにご登壇いただきます。原田さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。日曜日の朝だというのにありがとうございます。今日は教育委員会の方にもご協力をいただいております。本当にありがとうございます。それでは、資料館の元館長の原田さんに、長野家、北村家との関わりをはじめ、口之津の歴史について語っていただきます。では原田さん、お願いします。どうぞ。はい、ご紹介いただきました原田立夫でございます。現在こちらは日本時間で午前11時です。さて、私自身をご紹介申し上げますけれども、私は学校の教員を38年間務めました。最後の10年間、校長を務めましたけれども、その直後から、いわゆる定年退職後に、口之津に歴史民族資料館と、素晴らしい資料館がございまして、そこに13年間勤めました。その間、長野万蔵さんのコーナーも設けておりますので、関係者がたくさんおいでて、私勉強させてもらいました。現在はですね、もう歴史民族資料館は退任をしておりますけれども、現在南島原市というのは世界遺産の原城跡がございます。で、ここで立てこもった3万7千人が全員殺されたわけです。そういうことについてガイドをしたり、あるいは市民共同会議という組織がございますので、その会長も仰せつかっております。次に、長野家、それから北村家との関係についてお話をしてみたいと思います。私は実は長野万蔵家と当縁になります。私は口之津生まれじゃございませんが、口之津に養子に来ました。そしてですね、ちょっと表を見ていただきましょうか。ミキさん、全然彼がどこにも見えないようなんですが。私、行方不明ですかね。見えてますよ。見えてますよ。見えてますか？
OK、失礼、僕の方だけです、それじゃあ。皆さん見えていればそれでいいんです。はい、ごめんなさい。OK、この表は、はい、失礼しました。すいません。どうぞ。はい、原田さん、すいませんです。お邪魔しました。続けてください。はい、こちらの表は見えにくいかと思いますが、実は、長野万蔵さんは、喜平さんと種さんの子供の四男ということになっております。で、私は三男の福蔵さんの関係にあたります。で、詳しくは申しません。もう本当に遠い存在ということになります。逆にですね、北村さんとが私は近いんです。図で示しますと、ちょっとこれじゃ分かりにくいでしょ。北村隆明さんの妹さんが私の叔父と結婚をしています。で、北村隆明さんのご兄弟は9人いらっしゃるそうです。で、その北村隆明さんの甥になる方が現在お住まいで、北村家にですね、現在92歳なんですけども、長らく獣医を務めていらっしゃいました。今、隣にいます教育委員会の梶原さんもよく知っている方のようで、その町の獣医さんもですね、公務員として何十年とお勤めだったと、今お聞きしたばかりです。で、北村さんのうちには何度となく私お邪魔しまして、私は実は高校生の時にそこに3回ほど泊めさせてもらったことがあるんです。遅くなりまして、高校が北村さんの近くにあるもんですから、帰れない時はそこに泊まらせていただいたということでございます。それでは、本題と思いますけれども、口の津の歴史についてお話をしたいと思います。大げさに言えばですね、口の津は先ほど田中さんもおっしゃったように国際港なんですね。そのために日本一のにぎわいが3度あったところと、歴史的には私は大見栄を切っております。で、それについて今からお話をしてみたいと思います。口の津港というのは、今写真が見えるかと思いますが、ちょうど真ん中に写っているのが、これは明治30年代の口の津港です。そして大きな船が停泊をしておりますが、これは外国船なんです。3000トンから5000トン級ですね。この停泊する部位が4つございました。なぜこうなのかと。口の津港は深い入り江と水深がありまして、周りを高い山で囲んでおります。ちょうど屏風を立てたようにしているんですね。そのために風を防ぐ。つまり天然の良港なんです。で、古くは有明海に出入りする船の潮待ち、風待ちの港として利用してきました。そして16世紀に入りますと、日本の時代区分で言いますと、武士たちが活動する戦国時代です。この時代にポルトガル船が口の津港に入ってまいります。そして南蛮貿易とキリスト教布教の拠点として、その名は外国にも知られるようになりました。で、口の津開港は1562年のことです。1579年にはローマ教皇の代理役として巡察使のバリーニャーノが口の津に来航しました。バリーニャーノがアフリカ東部のモザンビークから連れてきた黒人、これを時の王様織田信長が欲しがったんですね。で、織田信長に献上しました。そして織田信長のおそばにつけておったわけです。
1582年に本能寺の変が起きまして、明智光秀が織田信長を攻撃します。で、織田信長が自分で死んだのか逃げたのか、これは謎なんですけども、はっきりしているのはこの黒人が捕まったんです。で、これは弥助という名前を織田信長がつけておりました。で、弥助はですね、すぐ近くにあった南蛮寺と申しまして、宣教師たちがいたお寺ですね、そこにかくまわれることになります。ですから黒人が本能寺の顛末をお話しして、今日様子がよくわかるということです。それから明治時代に入ります。口之津港は三井池石炭の海外積み出し港として繁栄を遂げました。で、三井炭鉱、あるいは三井物産というのは福岡県大牟田というところです。これを有明海を挟んで口之津と大牟田は対峙しております。で、大牟田で石炭がたくさん取れたんですが、これを外国船で運ぼうとしますが、大牟田港はずっと砂浜で浅いんですね。ですから外国船が大牟田港に入れないんです。どうしたかと言いますと、口之津は水深がありますので、大牟田から小さな船、俗にダンベ船と呼ぶんですけど、橋家で運んできて、口之津に一旦下ろしたんです。ちょうどここに真ん中の写真ですね。ここが長丹場になっています。そしてちょっと家みたいなのがありますが、ここにも収納するんですね。それから右側の写真がありますが、これは実は長崎で撮られた外国船に石炭を積み込んでいる様子なんです。はしごをかけまして、そこに女性が待ち構えておりまして、でこちらでは浮ごと言いますけども、浮ごに入った石炭を順送りでこの船に積み込んだんです。実は明治39年の税関の記録では、口之津の方が長崎よりも輸出高が多いんです。石炭に限りましてはね。で、明治39年の口之津税関の記録では、口之津から443万円の輸出高となっておりまして、現在高に直しますと約500億円ということになります。ですから長野万蔵さんのところから現在国道までの道筋が1キロぐらいありますけど、そこに全国から商人が集まってきまして、商家、いわゆるお店をですね、連ねました。162軒のお店があったんです。大変な賑わいぶりでした。その始まりが明治9年ですから、ちょうど長野万蔵さんが渡った時期と重なるんですね。それ以前から外国船が入ってきていたものと思われます。で、長野万蔵さんが生まれた家は網屋という屋号を持っておりまして、旅館と割烹料理店を兼ねておったようです。で、そのすぐ近くにですね、三井物産の支店もありまして、口之津支店もございまして、その隣が北村隆明さんが生まれた佐野屋という屋号のお店です。で、三井物産のすぐ隣だったということがやっぱり意味をなすと思いますね。大変賑わったところなんです。ところが、明治42年になりまして、口之津で積み替えたんじゃ、時間もお金もかかるということを三井物産は考えまして、なんとか大牟田港を掘り下げて、いわゆる浚渫して港にしたいと考えまして、明治42年に三池築港が完成したわけです。そうなりますと、口之津に来てた船はもう来なくていいんですね。どうなるかと言いますと、口之津が一気に繁栄が終わることになります。口之津は困ったわけです。お店も困ったわけです。ですから三井はその代償策として口之津の男性を三井の船や外国船の船員として
雇うという約束になりました。ですから、大正、あるいは昭和にかけて、口之津は外洋航路の船員さんが日本一多い町になります。大体統計が出てますけれども、多い時は全世帯の6割が外洋航路の船員さんのうちということになります。日本一の船員さんの町と私は表現をしております。しかもですね、口之津の男性は非常に辛抱強い、真面目だということで、三井が大変重用をしました。それで、昭和29年になりまして、口之津に国立の海員学校、国立口之津海員学校というのができまして、現在も私が今ここでお話をしております200、300メートル近くにですね、その学校がございます。ここから現在も3000人以上の生徒さんが育って7つの海を回っているんです。しかし今はですね、外国航路の船が少なくなりまして、というのはフィリピンとかカンボジアですかね、ああいうところに専用制の学校ができまして、もうこの口之津の人も外洋航路の船員さんが随分減ってきました。国内航路の船員さんということになります。以上、口之津の歴史をお話しさせていただきました。では最後にですね、今日はせっかく関係者がお集まりでございますので、皆さん方に一つメッセージを送らせてもらいたいと思うんですが、こうして長野万蔵さんが口之津にお生まれになった、そして海外に移住をなさったということで、私たちはいろんな書物で、私も何冊かの本に長野万蔵さんの由来について、書きました。そして皆さんに知ってもらうように一生懸命努力をしております。しかも私は親類に当たるもんですからね。それで現在放送していますこの場所は口之津の歴史民族資料館というんですけど、ここに長野万蔵さんのコーナーがございます。長野万蔵と見えますかね。もともとはですね、この口之津港の入り口の方にこの資料館があったんです。私はそこの館長をしておりました。そこに長野万蔵コーナーというのを設けておりました。で、これを今度新しく港の奥地の方にターミナルができまして、2階に立派な資料館ができましたので、これはそこに展示しているものということです。口之津が皆さんと関わって非常に豊かな国際性が育まれていると思います。ちょっと私はメモをして寄ったんですが。はい。原田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。歴史、日本史に3回現れたという話していただきました。現在、ハリウッドではこのブラックサムライ、ヤスケというのがですね、今実写でこれ撮影中なんだそうです。ですからそれに期待したいと思います。それから2018年には長崎天草地方の、潜伏キリシタン遺跡というのが、世界遺産に指定されましたけども、島原の方では原城遺跡があります。原田さんは修学旅行生などが来た時にそのガイドとしてその遺跡を案内していらっしゃるということです。どうぞ原田さん、お体に気をつけてですね、これからも頑張っていただきたいと思います。貴重な存在です。ありがとうございます。ありがとうございます。それから、ここに、原田さんにぜひともお会いしたいという方がですね、アルバータ州にいらっしゃってます。万蔵ハロルドさんの、万蔵ハロルドさんとその奥さん。こんばんは。こんばんは。間に合いました。ありがとうございます。今日はお仕事中を急いで帰っていただいて、ね、ありがとうございました。本当に。万蔵さん。Thank you very much for showing up. We're happy to have you here today. Okay. Thank you for inviting me.
And so, so you have met, 日本語でいきましょう。すいません。2004年に、口の津を訪ねた、そうですけれども、その時のお話、なども含めてですね、ちょっとメッセージをいただけたらと思います。About the 2004 when you visited Kutsunozu? Yes. So I was invited to come visit Kutsunozu, and I was very, very happy to visit this. I was very happy to visit. とても、口の津を訪れたことはとても光栄で、とても嬉しかったです。Yeah, it was, I've heard about Monzo my whole life, and I've always wanted to go visit the land where he came from. So to me, it was like a dream of mine to actually go visit his hometown, to go visit where he came from, and to see, how far he had to travel to. いつも曽祖父のことは思っていて、こんな機会をいただいて、もう本当に夢のような、体験をさせていただきました。The people there were so friendly to me. I got to meet a lot of different people. 皆さんとても親切で、よくしていただきました。And it was at that time I realized, what a great person Monzo was. Like for him to leave his hometown, to travel the world, and to think that he was only 19 when he did this, it was pretty inspiring. 万蔵が19歳の時に船に乗って世界に飛び出したこと、とてもインプレス。すごくすごいことを成し遂げたと。日本語が出てこなくてすいません。Yeah, and I do hope, one day that I can take, my family back. My son Kenzo, my daughter Sachi, and tell me again that we can go visit his hometown again. またいつか口の津を今度は自分の家族、息子健三と娘のサチを連れてまた訪れたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。この2004年というのはちょうど日華修好75周年のイベントですね。私もこの年かその前の年、つまり1929年というのは青山にカナダ大使館ができた年なんです。それから75周年だったと思います。私も横浜で、横浜市に招かれて講演したのを覚えています。このイベントを企画したのは、長崎のピースミュージアム、今日増川さんでしたっけ、正一さんもこんにちは。はじめまして。よろしくありがとうございます。長野万蔵の写真展をピースミュージアムでするということで、このイベントがですね、このツアーができるようになったと、できたということのようです。で、口の津の小学生との交流をしたと。その時に玉美さん、まだこの時は結婚前でいらっしゃったんですね。ガールフレンドの玉美さんが通訳をなさっていると。で、ここには、森崎恒夫さんのご夫妻も、この長野万蔵のお墓を訪ねているということを伝え聞いております。ぜひともですね、健三さんは5世になるんですね。そうするとね、健三幸子さん、さっちゃん、このお二人、将来ですね、150周年でも、どうぞ口の津を訪れていただきたいと思います。どうも皆さんありがとうございます。ミキさんどうぞお願いします。来ました。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。ありがとうございました。Thank you very much, for joining us, Manzo-san. And, really appreciate your time.
And, たまみさんどうもありがとうございました。はい。それから原田さんも本当にありがとうございました。素晴らしいプレゼンテーションでした。すごく学びが多かったです。織田信長さんが、黒人のね、奴隷というか、に献上したとか、なんかそんな話も本当に初耳だったので、すごく勉強になりました。日本は意外にインクルーシブだったんだなぁなんて、包摂的だったんだなぁなんて思いました。はい。では、皆さん、質疑応答のコーナーに移ります。鳥貝さん、チャットボックスに何か質問が入っていたでしょうか？何かあれば、お願いいたします。なければ、はい。いや、実はね、何も、はい、特に質問っていうのはないんですよ。ですから、いかがですか？もう少し時間があるようですから、ゆうすけさん、はい、どなたか、質問ありますかって言って、どなたか今、この場でね、短い質問していただいたら、OK。はい。じゃあ、そうしましょう。僕が、質問というかコメントをいただきたいのは、ロサンゼルスの正雄さん、電話でお話ししたことがありますけれども、正雄さん、何か、ミュートになってますね。何かコメントをいただけますか？何かおっしゃりたいことがありましたらどうぞ。はい。本当に、このような機会を与えてくださいまして、本当にありがとうございます。僕は、純子の長男ということで、4世になります。それで、僕の息子と娘がおりますが、これが5世ですね。それで、この2人の子供も結婚して、子供ができまして、孫が2人ずついます。で、その孫は6世になるわけですね。はい。で、今お話聞いていて、その孫4人のうち1人、の孫は健三という名前です。先ほど、玉美さんが話してました。玉美さんの子供さんも健三っていうんですかね。健三の像は万蔵から取りまして、健三っていうふうな名前を、子供に、これがいいよって教えまして、つけて、もらいました。はい。それでこれからもね、いろいろ、こういうような歴史っていうかね、が続けてね、お互いに知り合っていったら本当にいいことだと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい。正雄さんありがとうございました。お話できて本当に光栄です。先日、ロサンゼルスの2世ウィークっていうんですか、はい、有名なお祭りがありますよね。パレードがあって。はい。それで、正雄さんが表彰されたということですね。そうですね。まあ、ロサンゼルスも日系社会が、随分大きいので、いろいろあるんですが、二世秀祭っていうのは毎年、もう50年以上続いて毎年あったんですが、このコロナのためにこの2年間なかったんですね。それで今年初めてじゃなくて、再びね、そういう催し物がありまして、まあ僕もこちらで、市議をやったり、庭園業の仕事をしたりして、日系のコミュニティに頭を突っ込んでおりましたので、まあ今年は、まあ年なので、っていうことで、パイオニアスピリットアワードっていうのをいただきまして。わあ、素晴らしい。はい、ありがとうございました。パイオニアスピリットアワード、おめでとうございます。はい。それから、長崎ピースミュージアムの増川さん、何かコメントいただけますか？この、2004年度ね、このイベントがあってですね、そして今今日につながっていると僕は思いますけれども、何かコメントいただけたら、ありがたいですけども。ミュートされてます。オンにしてください。
マイク。はい、今大丈夫ですか？はい、どうぞ、どうぞ。Mr. Manzo and Tamami, I'm glad very 今日はとても嬉しい。私たちも嬉しいです、マスターさん。それから原田さんももう一緒に知ってますね、原田さん。はい。2004年にね、万蔵さんがもっと若い時に会ったのが最初でね、その時にタメさんも一緒に来てくれたんですよ。それがお二人との最初の出会いで。とてもどうしてるかなと心配してました。元気で、お子さんも二人できて、いいですね。また会いたいです。原田先生、どうも今日はありがとうございます。その説は大変お世話様になりまして、ありがとうございました。その後の資料はできるだけ資料館にお届けするようにしてるんですけども。ありがとうございます。現役を退いて、一応長崎ピースミュージアムでも、万蔵の足跡というのからもう最後まで追っていこうということで。OK、ありがとうございます。今日はずっと追っております。それでは5年後、日系、万蔵がカナダに上陸してから150周年になります。日系社会の150周年でもありますけれども、ぜひともそれにですね、合わせて長崎ピースミュージアムでもまた、イベントを企画していただきたいと思います。ぜひ企画したいと思いますけど、何よりですね、この口の巣の子供たちにね、口の巣からはこんな人が出たんだということをね、もっともっと知ってもらいたいと思ってるんですよ。だからできるだけ、今日は教育委員会の方もお見えかと思いますけども、できるだけ資料は提供しますのでね、子供たちにまた教えてほしいと思いますね。はい。その通りだと思います。ありがとうございました。どうも失礼しました。ありがとうございました。よしけさん、一つ質問が入りました。はい。何でしょう。高島翔平様からですけども、いいですか？先日バンクーバー新報で拝見いたしましたフィギュアスケートでご活躍されていらっしゃいますキーガン・メッシンさんも長野万蔵さんのお身内の一人と伺いました。その方はアメリカのカリフォルニアの系譜を継ぐ方なのでしょうか？それともトロントの系譜の方なのでしょうか？はい。トロントというか、フランク・テルマロの方ですけれども、玉美さん、いらっしゃいます？玉美さん、万蔵ハロードさん、玉美さんがいらっしゃったら、玉美さんが説明していただけると思います。はい。キーガン・メッシング。キーガンは、カズコさん？カズコ？アンティカズ。Yeah. It's first one or second one? Which one? Kazu. Like for Keegan's mom. Oh, it's Sally. Oh, okay. Yeah, so it's Kazu, Sally, Keegan. So 万蔵の、この万蔵の、おばの娘さんの子供になりますね。で、アラスカに住んでるの？そう。そうです。アラスカですね。Well, that's where he's from. アラスカ。Alaska. だから、カナダ代表？いや、彼、両方やってるんですよ。アメリカ代表も今なってるし、カナダの非常にうまくこう、両方に。カナダで生まれたけど、アラスカに行ったんですね。そうです。そうです。He skates for Canada. But he skate. でもカナダでスケートをしてます。そう、その通りです。はい。はい、ありがとうございます。それから、ゆうすけさん。はい。もう一つね、ごく短い質問ですから、せっかくですからお答え願います。はい、どうぞ。これは、坂本泉さんからだと思います。はい。万蔵の2番目の妻は亡くなったということですが、最初の妻はどうしたんでしょうかということです。いや、そうじゃなくて、最初の妻、つやさん。89年に結婚して90年に達夫を産んで、それから2年か、3年後ですね。2人目の子供を産みます。それが女の子。その女の子を産んだ後の産後の日立ちが悪くて、子供と一緒にですね、赤ん坊と一緒に亡くなってしまうんです。で、それが最初の妻で、2番目の人というのが、万蔵は
力車というのを、そのお店を、横浜でやっていたということもあって、かなり長い間、あるいはしょっちゅうですね、バンクーバーと行き来していたんですが、その間に、結婚していたのか、フランク・テルマロさんが生まれていると。ところが、その方は、これはね、はっきりしないんです。史実には、全然残っていないし、それから戸籍だとかなんていうか全然残っていないと思いますけども、森健三さんの本によると、カナダに来るのを拒んだということで、その代わりということではないんでしょうけども、京都の呉服店に勤めていた鳥取出身の美人で誉れる高い妙子さん。この人と結ばれて、彼女と一緒にカナダに来たと。で、彼女が言うならば、フランク・テルマロ、それから、ジョージ・タツオのステップマザーになったということのようです。はい、ありがとうございます。さて。質問はそれだけです。はい。皆さん本当にどうもありがとうございます。僕自身思うのですけど、この祖先をたどる、それからルーツをたどる、僕自身のこれは問題でもあって、僕は3代、じいさんしかまだたどれないという情けない男なんですけどもね。先祖からこう連綿として血筋がつながってきているということは、これ素晴らしいことだと僕は思うんですね。まるでこう、なんかこう、言うならば科学方程式がこう、を解くより、それをたどるように、つながっているということがわかると思うんですけど、それを、人類が生まれて以来ずっとつながってきて、そして他の人たちともつながっているということをですね、理解するというのは、これは人生を考える上で非常に大切な視点ではないのかなと思っております。以上。すみません。はい。なんか口の手ですけども。はい。二つ情報いいですか？はい、どうぞ。短くどうぞ。はい。一つはですね、万蔵さんの聖カートが残っておりまして、解体する方向で話が進んでおります。残念ですけどね。で、もう一つは、ちょうど今写真があります。この、ハロルド君たちがお前に来られた、ここは玉宝寺という曹洞宗のお寺です。私はそのご次会長を務めております。はい。以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。田中さん、とても、興味深い日系移民歴史セミナー第1回、本当にありがとうございます。原田さんも本当に、素晴らしい、プレゼンテーション、それから、貴重な、情報、資料など、共有していただきまして、本当にありがとうございます。移民の歴史を知ることは、自分を知ることにつながると思います。田中さんもおっしゃっていましたよね。代々私たち移民は、日本とカナダをつないできました。これは文化継承両国の繁栄に結びついていくものだと信じています。今晩、新移住者委員会を代表して参加者の皆様に心よりお礼を申し上げます。ちょっと時間が押してしまいましたが申し訳ありませんでした。今日はバンクーバー、トロント、エドモントン、ビクトリアほか日本、そしてアメリカからも参加していただいて本当に嬉しい限りです。質問、感想、ご意見、ご要望、ございましたらお気軽に田中さんに直接または JNIC までご連絡くださいませ。田中さん、E メールアドレスがね、ありますね。スクリーンのところに。はい。一番下、これ、ゆうすけたなか446@gmail.com です。どんな質問でも構いません。間違いなくフォローアップいたしますので。はい。たっぷりお返答をね、いただけますよね。私もまだすごい質問が今日いっぱいいっぱいありましたけれども。はい。はい。では、ゆうすけさん、次の予定ですけれども、次回は何のテーマになりますか？はい。今日、9月24日終わりましたね。2回目が10月29日、それから3回目が12月の3日になります。これもまた新たに皆さん、レジストレーションをしていただくことになりますので、よろしくお願いします。で、今日1回目終わりました。2回目は、日本人の出稼ぎがこう、群れてきて、それが村になって、
定着してコミュニティが出来上がるわけですけど、最初に出来上がったのが、ビクトリアもありますけども、バンクーバーの前に1880年代からスティーブストンで、出稼ぎが来て、そしてそれが定着してきます。皆さんご承知のように、久野義平さんの話から始まりますね。で、3回目に今度はバンクーバーで日系コミュニティの形成がどうなっていったのか。この中にこう現れてくるこの中心人物、その動きがですね、足の引っ張り合いもあります。そういう非常に人間的なこのドロドロした関係が非常にビビッドでですね、生き生きしてるんです。そしてこの日系コミュニティを作り上げていこうというすごいエネルギーを感じるこの日系史の最初の30年間なんですね。その1920年くらいまでを追いたいと思います。皆さんどうぞ、please come back というところですね。楽しみですね。どんな展開でね、お話が始まっていくのか、本当に、心待ちにしてます。というのはね、今日原田さんに、お聞きした口の津はすごく豊かだったわけですよね。そうです。その通り。はい。それで、だから万蔵さんは、そのプッシュファクターっていうか、でね、プッシュファクターっていうのはすごく弱かったと思うんですよ。でも、密入国をしてまでもカナダに来たっていう、そういう理由とか、あと、久野義平さん次は、和歌山から来たわけですけども、あそこはちょっと貧しかったんですね。貧しい漁村だったわけですよ。だからプッシュファクターっていうか、来る理由っていうのが明らかなんですけども、それからまたバンクーバーでその皆さんがどういうふうにね、日系コミュニティを作っていくかって本当に楽しみにしています。私もバンクーバーに住んでいますので、ゆうすけさん、来月もよろしくお願いいたします。OK。よろしく、こちらこそ。それでは皆様、次のセミナーまでごきげんよう。また皆様にお会いできますことを楽しみにしております。おやすみなさい。どうもありがとうございました。お過ごしください。どうもありがとうございました。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 